ちょうど今 YouTube で動画が投稿されてるはず。されてるね。その動画を見て Twitch にフォロワー10人ぐらい増えたら嬉しいけど、今132人だからフォロワーが、これがどれくらい増えるのかっていう実験的な配信ですね。で、作業内容的にはちょっとね、ここのトンネルを開通させたいんだよね。この封印されてるやつ。ドア開けとくか。このシャッターというか結合紙開通させといて、で行き止まりになっちゃってるんだけど、なんかいけそうやなここまで開通させたいって感じだね。トンネルとか洞窟、そうやね。そうやねんけど、意外とね、レベルデザインする側から言わせてもらうと、結構作るの難しいというかね。どうしてもさ、背景、これ外のマップだったらさ、結構景色にバリエーション持たせれるけど、洞窟とかトンネルってなっちゃうと、エルデンリングでもそうやけど、同じような風景ばっかりになっちゃうから、最初はいいけどさ、どんどん飽きてくるっていう。便利なんだよね、やっぱトンネルって。現実世界でもそうだけどさ、こんなでっかいさ、崖をさ、迂回させずに通行できるっていう、クソ便利だから。マップね、オープンフィールドどんどん作っていく段階になったとしたら、多分大量に作っていかなきゃいけないロケーションの一つかなとは思いますね。戦闘時のカメラの位置は調節可能ですか？今は調節できないっすね。一応これ、まだ仕組み入ってないんだけど、右利きと左利きでカメラの位置変えようと思ってて、今のキャラは全員右利きだからこっちなんだけど、一応そのカメラの左右反転はできる。左利きの場合はこっちみたいなか、あるいはプレイヤーがもう普通に好きな方を選べるにしようかなと思ってます。ただしカメラの距離とか視野角とかこの角度、もうちょっと上から見たいっていう人も多分いると思うんだよね。ソウルシリーズとかってさ、多分もっとカメラ遠いじゃん、おそらくっていうか遠いんだけど、これプレイ画面だとしたらソウルシリーズのカメラって多分これくらいなんだよね。これくらい遠いんだよね。遠いし、だいぶね上から見る感じなんだよね。こんな感じのカメラだとロックオンした時はね。だからうちのカメラって相当近いんだよね。それって実は、こだわりがあって、カメラ引いてる方が情報はね拾いやすいんだけど、カメラ近い方が迫力あるんだよね、単純に。っていうのと、あとこのカメラの一番いいところは敵が画面の中央にいることだよね。なんか戦闘してる時って主人公敵なんだよね、実は。プレイヤーじゃなくて。なんかめっちゃ変なこと言ってるけど。格ゲーとかスマブラとかやる人もさ、わかると思うんだけど、戦ってる時ってさ、自キャラの動きとか全然見ないんだよ、ぶっちゃけ。敵の動きをずっと見てるんだよね。だからこそのこの配置。で、なんでこういう上から目線にしないのかっていうと、そこは迫力の問題ですね。いた。ちょっと待って、誰俯瞰視点の方が見えやすい、情報は拾いやすいけど、煽り目線の方が迫力が出るじゃん、単純に。多分ね、カメラに関して異議唱えてる人たくさんいると思うんで、いると思うっていうか、いるから、YouTube のコメント欄とか見てたら、気持ちはよくわかるんやけど、やっぱりトレードオフやん。近い方がいいこともあるし、遠い方がいいこともあるし、上からの方がいいこともあるし、下からの方がいいこともある。そこはぶっちゃけ俺の好みで結構決めちゃうことになるかなとは思う。もちろん多少はみんなの意見参考にするけど、俺の好みが多分大きく反映されるかなとは思います。カメラ近いと酔いそう。それもわかるけど、この近さがいいっていう俺みたいなやつもまたおるんですよね。よくいるのが、カメラ近すぎてカメラ近いのが悪だみたいなコメントがあったりするんだけど、たまに動画とかに。それは違うかなと思ってて、じゃんけんみたいなもんじゃん。じゃんけんでさ、グー出した時に、なんでグー出すの？なんでパーに負けるのにグー出すんですかって言われたらさ、めっちゃいやそうはならんやろっていう気持ちになるやん。パーには負けるけどチョキには勝てるやんっていう、そういう問題なんだよね。
だからぶっちゃけ酔いやすいとか、その他の問題とかもいろいろわかるんだけど、それ以上に、やっぱそうなんだよね。チョキに勝てちゃうから、トレードオフなんですよね。カメラに関しては結構今がベストとは言わんけど、今ぐらいの位置のカメラが俺はめっちゃ好きだから、申し訳ないけど、めちゃくちゃ遠くしたりすることはないと思う、カメラを。基本的にソウルシリーズとかよりはだいぶ近い感じの、これくらいの距離のカメラになるね、おそらく。製品版も。そこは理解していただきたい。なんだろう、全員を喜ばせることはできないからね。世界観を考える時間と実際に UE4 を使う時間はどのくらいの割合にしていますか？世界観は最近は考えてないですよ。去年の4月頃に講談社からの資金援助を受けて、で、最初の2、3ヶ月ぐらいで、一通り全部決めました、ストーリーとか。担当編集の鈴木良一さんっていう方についてもらってるんだけど、普通の編集者の人ね、漫画とかの編集を数々手掛けてきた人みたいな。初期の頃にね、全部決めたんですよね。だから、講談社と一緒に仕事できる一番の強みじゃないですか。そのストーリー部分を一緒に考えれるっていう。最初の方にね、全部やっちゃったんですよね。ただ、そのストーリー部分を実際にゲームに反映できるのがだいぶ先になりそうっていう感じです。だからずっと温めてますね。なので最近はもっぱらゲームを作るというところに終始しているという感じです。これでね、おそらく高さないし低さは足りてる気がする。あと、このラピュタ城を着地させれば、ちょっと狭いな、でも戦闘するには。この辺内装をぶち壊してだだっ広い部屋にしよう。で、天井はなんかかっこいいからあのままにして。で、この辺で一回戦闘できるね。建物から出た時にさ、竜の祭壇がバーンって見えてたら嬉しいんだよね。だからなんか2階に登らせるのもありかもな。この辺登らして、出口から出た瞬間にバーンみたいな。最初スタート地点のこっからまず見えてて、竜が。で、ただここは崖だから行けませんってなってて、仕方ない、遺跡のところ抜けていくかっつってこっちに来て、でこの辺は全然見えないよ。あえて見えないようにしてるんだけど、ここを高い山にして全く見えません。プレイヤーの目線はここだからね、全然見えませんと。で、見えないまま室内に入っていって、で、まあなんか強敵とここでバトルしたりして、で、やっと難所超えたっつって戻ってきたら、あいつがバーンって見えて、あ、こんな近づいたんだみたいな。あそこ行きたかったんだよな、めっちゃ近づいてるじゃんみたいなね。ちょっと多分かがり火とか置く場所だね。世界目指すならゲームのタイトル英語で統一した方が。そこもね、ちょっと今考え中っすね。一応英題がついてて、ライズ・オブ・リベリオンっていう英題がついてるんだけど、そっちで行くのもありかなと思って。ただちょっとね、砲台の方、千罰登らば竜の降るっていうのはちょっと、まあ開発者のオナニーって言われるかもしんないけど、ちょっとこだわりあってつけてる名前で、脚本でもちょっと関わってくるんだよね、そのタイトル回収というかさ、したいところがあるから、できれば俺はこの今のタイトルで行きたいなと思ってるんだけど、まああんまり良くないと思ってる人がいることも理解してるから、この辺はちょっとね、まあ正式にリリースするまでにちょっと考えたいなと思います。もちろんこのまま行く可能性もあるし、全然違うタイトルにする可能性もある。タイトル変えるとしたら、そのライズ・オブ・リベリオンをそのままタイトルにするのが一番無難かなとは思ってるけど、こだわりたいところでもあるから難しいけどね。あんまり自我を出しすぎてもあれだけど、エルデの雪山もちらついてたから、あれね、ライティングおかしいよね、あそこ。なんか影めっちゃちらつくよね、あそこ。俺の PC の問題かなって思ってたんだけど、なんかクロートの実況を見ててもさ、しゃぶりりがさ、いるところとか、めちゃくちゃ影ちらつくじゃん、あそこ。あ、俺の PC、俺のグラボの問題じゃなかったんやっていう。クロートの PS5 でもなってるから、もうあれはフロム側の問題やなっていう、思いました。
よし。今日はちょっととりあえずこんな感じでいいかな。